はい、こんにちは、S さんです。こちらの動画では、リップルの最新情報や SEC 関連の情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。ゲイリー・ゲンスラー委員長は FTX に自由を与えたが、一方でキム・カーダシアンを追及した。SEC の選択して実施する規制は、業界に害を与え、消費者を保護することができないということですね。この方、ウォーレン・デビットさんって方がですね、ツイートの方で共有の方をしてくれました。この方はですね、元陸軍特殊部隊の隊員でして、オハイオ州の第8区のですね、選出議員になります。この右の方ですね、ウォーレン・デビッドソンっていう方ですね。で、左の方は、FOX ビジネスニューヨークの、金融ジャーナリストのチャールズ・ペインさんっていう方ですね。で、この FOX のチャンネルの中のメイキングマネーウィズチャンネル、チャールズ・ペインっていうところの司会者で、ビジネスニュースチャンネルの方で扱っているものになります。つまり対談ですね。で、そちらのところでこのツイートの方ですね、本人の方からされてまして、どういった内容かと言いますと、今 FTX っていうのはですね、世界のでね、かなり大きな取引所がですね、数日にして破綻してしまったということで、今大変注目をね、集めている件になりまして、で、キム・カーダシアンっていうのは SEC が、暗号のね、宣伝を行って、不当にね、利益を得ていたんではないかということで、賠償金をね、求めてるんですよ。かなりのね、有名なインフルエンサーの方なんですね。で、じゃあ今度は FTX に自由を与えたってどういうところなのかっていうのをね、この続きで、解説をしていきたいと思います。で、たびたびね、登場するビーズさんになりますが、この方もこれでね、引用の方をリツイートしてまして、カーダシアンの件で SEC の人手が2年かかるわけではありませんと。だからリップルとか LBRY ともっと時間かかってるんでね、2年ね、訴訟にね。で、LBRY とリップルに対するケースはまさにそれぐらいかかりましたと。で、それによって彼らは何を達成したのでしょうかって SEC たちがね。XRP や LBC の投資家で SEC を支持したり、SEC に守られていると感じる人は一人もいないと。彼らは SEC に虐待されていると感じているのです。本当の責任は議会にあるということですね。引用リツイートのされてます。で、この方にね、質問してる方いて、なぜゲンスラーは FTX に優遇し、コインベースは SEC が押し付ける規制上の不利益に被るのか、苦しむのかということで、まさにその通りですよね、ということで、で、法律家のジョン・ディートンさんですね、この方も、引用リツイートのをされてました。ウォーレン・デビッドソンが、ペインさんにね、真実を語るということですね、ツイートのされてます。で、さらにですね、ジェレミー・ホーガーさんね、この件についても言及されてまして、ツイートされてて、気をつけてくださいってキャロリンと。この記事によると、ゲイリー・ゲンスラー議長は FTX がデリバティブ取引所だったという理由で、その失敗はあなた方に責任を負わせるつもりだそうですということで、今回こちらのね、フォーチューンの記事の方、僕の方で載せましたので、全編見たい方はですね、動画の概要欄で僕のブログの記事、リンククリックしていただきましたら、こちらね、フォーチューンクリックしたら見ることができます。で、キャロラインさんっていうどういった方かというと、この方ですね、バイデン大統領に指名されて、米国上院で、満場一致で承認された後に2022年の4月、14日に CFTC のコミッショナーに就任されました。商品先物取引委員会のね、そういった方に、じゃあそっちに責任を負わせるつもりですよっていうことで、ジェレミー・ホーガーさんね、この方にね、ツイートの方をされてます。で、そちらのね、ところにとって、ゲイリー・ゲンスラーにとって、不利な状況だからといって彼が職を失う、とは限らないって、そのね、さっきのこのフォーチューンのところでね、書かれている内容になります。民主党の関係者は、ゲンスラーの戦略は FTX と他の大きな取引所を海外で維持した費用として自分自身を演出することであり、暗号を嫌う影響力のある保守派はこのために彼を称賛するだろうと教えてくれましたと。だからゲイリー・ゲンスラーが、規制をしてるんですよと。言いたいと。で、一方、ゲンスラーはSEC の姉妹機関である CFTC がデリバティブを監督する責任を負っているため、FTX はデリバティブ取引所だったので、そちらの責任も、問うと言われていますと。要は FTX に責任をすべてね、持つんじゃなくて、その CFTC 監督機関の方にも、その
責任を負わせようとしてるんではないかということでですね、この内容がさっきの、FTX に自由を与えっていうところに、なるかと思います。で、ゲンスラーは SEC に広範囲の暗号の管轄権を主張しているため、これは不誠実な対応ですと。だからね、ゲイリー・ゲンスラーは、暗号通貨を規制するんだよと、規制権を持ってるよって言ってるのに、こういったね、取引所が破綻したリスクとかが出た場合は、これはじゃあそれは CFTC だってね、投げちゃうのは不誠実なんじゃないかっていう形ですね。で、これに、ジェレミー・ホーガさんにね、コメントしている方で、デリバティブ取引所が証券取引委員会と何を話し合ったのか教えてほしいものですということで、それはまあいい視点ですねっていうコメントの方を返されてました。で、さらにですね、クリプトロー、これはジョン・ディートンさんが運営するメディアになるんですけども、こちらがね、この記事をですね、また引用して、この件についてね、言及してくれました。で、これ、ファイナンシャルタイムズっていうのは、イギリスで発行されている、経済誌で、2015年11月30日に日本経済新聞社が、当社の親会社、ピアソンから、1600億円で買収した経済誌になります。で、2019年4月1日には、有料購読者数が100万人に、達したと発表がありまして、かなりね、大きな、メディアの記事になります。そちらをね、引用して、クリプトローの方がですね、ツイートをされてました。ゲイリー・ゲンスラー氏が率いる証券取引委員会は市場の全体的なリスクに取り組むよりも暗号を違法に宣伝したキム・カーダシアンを、告発するなど注目を集める執行措置に注力してきたと述べていると。だから何言いたいかというと、だからゲイリー・ゲンスラーさんはね、そういった全体を規制するんではなくてリスクをね、投資家保護のためにリスクを規制するんではなくて、自分が注目を集めるためにね、トップインフルエンサーのキム・カーダシアンをね、告発して、自分をね有名にしようっていったことが問題であるっていうこともね、過去ねいろんな方がおっしゃっております。で、こちらの記事の方に書かれているのがこの内容になります。今週行われた公聴会である議員が破綻した暗号通貨取引所 FTX を監視する責任がどの機関にあるのか、規制当局に質問したところ気まずい間が続いたと。サム・バンクマン・フリード、この FTX のね、最高責任者の方ですが、320億ドル規模の、帝国が崩壊した後、ワシントンの議員や規制当局者は FTX が、うまくいかなかった責任をお互いに追及してきたと。で、独立系調査会社キャピタルのアルファパートナーズの金融政策アナリストイアン・カッツ氏は、責任のなすり合いが起こっているのは確かで今後も続くだろうと述べたと。で、しかし連邦準備制度理事会、連邦預金保険公社、通貨、監督庁の主要な監督当局を含む全米トップの銀行規制当局は、議員の質問は代わりに証券取引委員会や、商品先物取引委員会などに向けられるべきだと主張し、そっぽを向きましたと。私たちじゃないと。FRB の、監督担当副議長のマイケル・バー氏はですね、火曜日、上院銀行委員会のメンバーに対して、市場規制当局はこの分野において最初に着手すべき場所であると語ったと。だから SEC たちにね、一番最初にやってくれと、そういったところであると語ったと。で、市場規制当局には既存の権限があるでしょうと、それを十分に活用してくださいって言っていると、連邦準備制度委員会の方はね。しかしですね、SEC の評価たちはですね、ゲイリー・ゲンスラー委員長がかつて暗号市場を荒野だから法が整備されてないね荒れたものと表現しているのにもかかわらず、同委員会は市場のシステムリスクに取り組むっていうよりは、暗号違法に宣伝した有名実業家キム・カーダシアンを告発するなど注目を集める執行措置に注力していると反論しましたと。だから本来重要なね全体のシステムリスクに取り組むべきなのに、そういったねトップインフルエンサーを捕まえるとかそういったことに注力していると、それは違うんじゃないかとね。でまたゲンスラー氏はデジタル資産に関する規則を明確にするべきだとも述べていると。しかし SEC 委員長は、既存の証券法は十分に明確であると主張し、ほとんどのトークンが証券と認められていると前提で暗号プラットフォームが SEC に登録することを繰り返し、促してきたと。でゲンスラー氏は先週 CNBC、にこう語ったと。暗号は著しく法律に準拠していない分野ですが、それは規制を持っており、それらの規制はしばしば非常に明確ですと、おっしゃってるそうですね。で彼はまた、暗号を監督するために SEC にもっと力を与えるように議会に要求していますと。
で、これでジョン・ディートンさんコメントされてて、SBF は、SBF で FTX のオーナーの方ですね、先ほどの。SBF は、詐欺師であり犯罪者であると。しかし、ゲンスラーは全てのエネルギーをどこに注いだのでしょうかと。彼は暗号執行のために SEC スタッフを倍増させ、以下のような非詐欺師事件に焦点を当てましたと。LBRY.com、リップル、ドラゴンチェーン、ブロックファイ。だから本来こういった取引所の破綻に伴うような詐欺師的なね、詐欺的なものに対して一番取り組まなきゃいけないのに、なぜかそのね、非詐欺的、のようなものに注力をね、スタッフを、勢いを増して、規制していると。これはどうなんだっていう形でね、配信をされてます。はい、ここはね、本日の情報になります。ですので、今ですね、その FTX 取引所の破綻ですね、そちらが大変注目されてて、今ですね、本来 SEC とかのね、情報を扱っているメディアとかも、今注目されているのは FTX ですので、そちらをね、結構取り上げてますが、僕の方ではね、毎日 SEC とかの情報も追ってますので、できるだけ動画の方もね、毎日配信できるように、略式完結に向かってね、また SEC の情報、リップルの情報、あとはフレアネットワークス関連とかですね、あとは DAPS 関連もまとめておりますので、よかったらね、また次の動画も見ていただければと思います。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安さん流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINEの登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方にすべてね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。